お疲れー。30ポイント。なんかね、先方ゴーちゃんはちょっとね、難しくなっちゃったみたいでね。いろいろ。なんとなく負けちゃうみたいなね。まあ、あるあるでもあるんだけど。中堅のジョンはね、かなりいい動きして。あれがしたかったんだろうなって感じよね。ああいうのをやりたいために、ジェイミーも頑張ってますって感じなんだろうな。らしさが出てよかったなと思って。孫さん結構脅威に感じてたんだけどな。なんか魔女裁判で忙しかったか、孫さんね。ほんでね、大将は、オーダーも超悩んだんだけど、もちさんが来そうみたいなのもあって、もちさん来て、それに、剣で対抗するみたいなね。めちゃくちゃよかったね。なかなか、興奮冷めやらぬみたいなね。もう一回見たいわ。何回でも見たいやつかもしれないな。佐藤さんがダルシムの準備アドバイスしてくれた。まあそうっすね。夫人は一応俺が言い出しっぺっすね。言うてきつい盤面だったんだけど、やっぱきつい盤面を、最近ちょっとまたファブルを呼び返したんだけどさ。知恵と工夫でやりきる。SFL マジで盤面がちょっと複雑なんだよな。3年目でキャラも増えてきて、どうやったら勝てんのかみたいな。勝つとは何なのかみたいな。めちゃくちゃ難しいよね。なんか、むずすぎて、難しいことにやりがいがある、本来はなると思うんだけど、なんかむずすぎてね、ロールの集団戦みたいな感じだよな。全部できないから。やっぱ要点を絞るみたいなね。我が軍110点だもんな、これでな。上が150、150。いくつ150、リジェクト150。我が軍110。全部取れば200じゃないですか。5節あったから、全部40点取ったとして、満点が200点満点なの。150ってことは50しか落としてないんだよね。すごいよな。リジェクトはわかるけど、イクサがここまでな、チームとしてパフォーマンス出すとは、アディがしっかり活躍してるっていうのはわかるんだけど、なんかある気がするな。ちょっと振り返ってもいいかもしんねえな。アクア対ジョン、響対ナウマン、アデリ対ゴーちゃん。響対ナウマンも、これ2-0なんで結構紙一重だったんだよな。ちょっとしたことで。アデリー51も死闘だったもんな。結構ね、ゴーちゃんがね、苦戦してんだよな。意外にも。だし、ちょっとね、きついとこ超任しちゃってるからね。それでも、なんか結構ギリギリ、競り化けるみたいなのがちょっと続いちゃってんだよな。そういう意味で4人が機能したんだろうな。戦は。そう、ゴーちゃん画廊もあるから全然。俺はもう、個人的にはもう画廊超頑張ったし。もうめちゃくちゃ頑張ったし、本当に。そうだよね。で、戦の2戦目が、リジェクト。これホームでリリーでフード行ったんだけど、こうマジレスされたみたいな。強キャラが、ジャックキャラを対策した時に、どうなるかをお見せしましょうみたいなこと言って、マジレスしたもんな。AFM 勝利、おめでとうございます。勝利はとても楽しいですね。そうっすね。土日ぐらいまで噛み締めてもいいかもしれないね。レシャーのテリーに、アキラキャミーで行ったんだけど、分からされた形か。レシャー、昨日超捕まりそうだったけどな、柳井に。しのぐんだよな。こういうところでしっかりアデリーがちゃんと10ポイント取ってるのが偉いよな。レシャー攻略メンタルかもしんねえな。で、ここイブシギン、ホームで、綺麗に被せたんだろうな。マリーザにエドで行って、ねダルシムブランカで行って、ここ、どう被ってるかわからねえが。リリー、この人にはいけそうだな、みたいなね。やっぱちょっとレアキャラの、あれがあるから。そういう意味でやっぱバランスいいよね。こういうチーム構成を目指したのかもしれないね。さあ、ここでバレル対戦。こうやって040だもんな。だからここではもう弾みついたよな。40、40出したんだもんな。ここにダルシムが出てさらにブランカ。これって、2回目じゃんか。ダルシムに対してブランカできた。もちさんも多分分かってたと思うんだけど、それでも結構、やりきったんだな、ここはな。辛さが上回ったって感じなのかもしれないね。孫さんにアデリーしっかり。これも被ってんのかどうか全然わかんないけどな。BS さん対象。ここだから、バレル的にはやっぱちょっと苦しかったのかもしれない。誰が言っても、誰かしらきついみたいな。イズハが全然出てもおかしくなそうだけどね。だから、ダルシムじゃなくて、
ぱきついキャラ被されちゃうから、なんか水葉が出てもおかしくなさそうなんだけどね。結構意外にも出るんだなっていう感じよね、ここはね。で、豪気にキャミー。結構ちゃんと、綺麗に被せて、取れてるんだよな。アウェーでしのがせない。アウェーでしのいだ、じゃないけど、やっぱ対象対決みたいなところで、やっぱ大将のアウェーが勝つっていうパターンがすごいあるんだけど、ちゃんと対象戦も被せられると、こういう感じになるよな。だからこれやっぱ SFL の理想が詰まってるかもしんないな、戦は。で、昨日が、アウェーなんだけど30、20。そうか、これゼータか。ゼータ相手で。3対4でホームで行くって形だもんな。やっぱ、ね、綺麗にはいかないかもしんないよな。でも、ホーム、アウェーだもんな。ホームで40、40取ってんだもんな。それは強えわって感じだよな。結構見てくるおもろいな、これ。我が軍も見てみるか。我が軍のこの、スタッツ。勝利数5分の2なんだよ。そうだよな。勝利みたいな言い方したら、アウェーで2回勝ったんだ。ホームで3回負けてるもんだって。ほら、これよ。アウェーが2回だもんな。アウェーが2回で80分の70取ってるんですよ。で、ホームは40しか取れてない。これ120分の40しか取れてないから、これおかしいね。これおかしいわい。1戦目が、さっき見たこれだよな。で、2戦目が、指式。うわ、これだよな。ここで、何万でマイマイをぶつける。ジョニーに板橋が行く。全然盤石とかじゃなかったけどな。なんとか競り勝ったよな。で、ここやっぱな、被せたけど、飛び飯が取り飯すぎて、やられちゃったって形なんだよな。ここ難しいよな。これやっぱ、SFL 的にはやっぱ取りたいよな。これちゃんとホームを取るってのがね。延長戦に来たものの、これ直前のワールドウォリアーでゴーちゃんが、柳井をめちゃくちゃ分からせてる2日後みたいな、そういう場面だったんだよね。圧勝してたから、ゴーちゃんが。でも負けた方ってのはやっぱ、じゃあ次はこうしようっつってやり返すみたいなのが結構できちゃうから、っていう場面もあってね。だから結構柳井はここで腹くくれてて偉いなっていう。いつも通りやるみたいなのが大事なんだけど、一回ぶっ壊すのも大事だからね。ちゃんとぶっ壊して、しっかり全然別のデッキを組んできたって感じよね。そういうこともできるようになったっていう感じよね、柳井がね。で、こう第3節。アウェーな。もうな、かけちゃんが言ったら全然違ったんだけどな。いつまでこれも例えば、俺とヒカルで結構俺が競り勝った形だけど、本来だったらエドだからね。エドか JP みたいな。これもだから、やっぱゴーちゃんを見据えた形で、ももちが、やっぱこっちに引っ張られてみたいなね。やっぱチーム戦よね。チーム的で40なんとか取れたって感じよな。で第4節。リジェクトか。これなレシャーのエド。こんなに勝つたら苦労しねえよな、ここな。これやっぱシャレーラって思っちゃうな。エドに誰が被せんだみたいになってるから、前もそうだけど。エド前に誰を被せんだみたいな。ホームのリが、やっぱなんか出づらいよな。ゆめちゃんには、ヤバシが行くと見せかけてダウバン。対象。ゴーちゃんはここでね、エド戦3つ目になるのよね。だからこれも3試合目に勝ち切りたかったけどな。0-2の段階でもなんか別にフードはそんなうろたえてるようには見えなかったんだよな。ちょっと話がちょっと多く当たっちゃっただけで、全然いけるっしょみたいな感じになっちゃったかもしれない。232332だもんな。まあここはやっぱリジェクトは。リジェクトはきちいよ。こういう意味では、ね、違うところでね、いぶし銀と戦のホーム。この2つでやっぱ、まあ難しいよな、これはな。でもまあチーム的にもそうなんだよな。まあこう。例えば仮に俺がエドに行けるとかあればさ、もっと全然、じゃあこうしようみたいな。これもちょっと全然違うの、やっぱ夫人が。やっぱ個々の力が、どれだけ影響を与えるかで、やっぱ、結果的にチームに、やっぱ影響するっていうのがね。それで5節昨日、ジョンとナウマンが、剣の逆算立てが光ってるね。いや、ナウマンよかったね、マジで。あんまり
苦しかったところ頑張ってくれたからな。